今日は日本の四季についてお話ししていきましょう。日本には春、夏、秋、冬の4つの季節があります。それぞれの季節で違った風景があり、日本人の生活に大きな影響を与えています。四季がもたらす自然の変化と、その中での日本人の楽しみ方を一緒に見ていきます。春。春は、日本にとって新しい始まりの季節です。3月から5月までが春です。3月3日には、ひな祭りの行事があります。女の子の健やかな成長を願う伝統行事です。ひな人形を飾り、ひなあられをいただきます。また、3月は幼稚園、小学校、中学校、高校、大学まで、多くの学校で卒業式が行われます。多くの学生が新たなステージへと旅立つ、特別な行事です。学生服姿の生徒たちが校門で記念写真を撮りながら別れの涙を流す姿が見られます。別れは辛いですが、皆それぞれの道を歩みます。いつか友人と再会した時には素敵な笑顔が見られるでしょう。4月になると、学校では入学式、企業では入社式が行われます。新入生や新社会人は、夢や期待を胸に新生活をスタートさせます。ワクワクする気持ちは大きいですが、新しい環境に適応できるか、不安もあります。あと、3月から4月にかけては、新生活に向けた引っ越しのピークです。引っ越し業者さんは大忙しです。引っ越しの大きなトラックが走っているのをよく見かけます。春はまさに新しいスタートのイメージが強く感じられる時期なのです。次は桜です。春の日本を代表する風物詩で、全国各地で花見が行われます。公園や河川敷にピンク色の花をつけた桜の木が並び、風が吹くと花びらが舞います。人々はシートを広げてお弁当を食べたり、写真を撮ったりして春の訪れを楽しみます。この花見は友人や家族、同僚と一緒に楽しむ春ならではのイベントです。親しい人たちと満開の桜を楽しむ時間は思い出に深く残る時間です。しかし、春には少し厄介なこともあります。それは花粉症です。日本人の約4人に1人がスギ花粉やヒノキ花粉に悩んでいます。症状がひどい人は、くしゃみや鼻水、目のかゆみが止まりません。私も花粉症にはとても困っています。店にはマスクや目薬、空気清浄機などの花粉対策グッズが並びます。少しでも症状を軽くするため、しっかりと準備を整える人が多いです。また、春は新鮮な食材の季節でもあります。タケノコや山菜、春キャベツなど、春ならではの味覚が食卓を彩ります。タケノコが入ったご飯や山菜の天ぷらは、
春の味わいを堪能できる料理です。さらに、初ガツオも、この季節ならではの新鮮な美味しさを楽しめます。カツオのたたきは、表面だけを炙って、香ばしい風味をつけ、中はしっとりと生のままです。スライスして、ネギやニンニク、生姜といった薬味を添え、ポン酢や醤油でさっぱりと味わいます。どれもとても美味しいので、機会があれば、ぜひ食べてみてくださいね。春は別れと出会いの季節であり、そして、桜や季節の味覚を楽しめる時期なのです。夏。夏は、日本にとって活気あふれる季節です。6月から8月までが夏です。全国各地で花火大会が開催され、夜空に咲く鮮やかで大きな花火は、日本の夏を象徴します。間近で見ると、ドンと花火の音が体に響き、圧倒されます。七夕や盆踊りなどの伝統行事も、夏を代表するイベントです。七夕では、色とりどりの短冊に、願い事を書いて笹に飾り、星空に願いを込めます。盆踊りは、お盆の時期に地域の広場で開催され、伝統的な踊りに合わせてみんなで輪になって踊ります。また、夏祭りも全国で盛んに行われます。京都の祇園祭や徳島の阿波踊り、そして東北三大祭りと言われる、仙台七夕祭り、青森ねぶた祭り、秋田関東祭りなど、日本各地で開催されています。夏祭りはそれぞれの地域の特色が光り、訪れる人々を楽しませてくれます。観光客にとっても見応えのあるイベントです。私も日本各地のお祭りを見て回りたいと思っています。数多くのお祭りが行われているので、すべて見るのは時間がかかりますね。今度は夏の風物詩です。風鈴は夏らしさを感じさせるガラスや金属でできたインテリアです。軒下などにぶら下げて使います。風に揺れるとチリン、チリンと涼しげな音を奏でてくれます。打ち水は朝と夕方に家の前に水をまき、涼しさを求める伝統的な習慣です。ただ、現代では打ち水を行う家庭は少なくなっています。セミの鳴き声は夏の訪れを知らせる音として親しまれています。朝から夕方まで聞こえるセミの鳴き声が夏の雰囲気を盛り上げます。夏の暑さを乗り切るための食べ物もあります。冷たいそうめんはスルスルと食べられ、暑い日には欠かせない料理です。手軽に食べれるのも良いですね。また、スイカは夏の代表的な果物で、均等に切って、友人や家族と一緒に楽しみます。さらに、夏バテ予防に食べるうなぎが人気です。ふっくらとしたうなぎのかば焼きは、スタミナをつけるための定番料理です。土用の丑の日と呼ばれる日に食べるのが風習です。お盆は、日本独特の先祖供養の行事です。
多くの人が地元に帰省して家族と共に過ごします。お墓参りをしたり、送り火で先祖の霊を慰めたりすることで、家族の絆を再確認する機会になります。都会の暑さから逃れるために、避暑地への旅行も夏の楽しみの一つです。山や高原、川での水遊びなど、自然の中で過ごす時間が心を癒してくれます。避暑地として知られる軽井沢や那須高原などが人気で、都会から離れてリフレッシュできます。日本の夏はとても蒸し暑いですが、賑やかで多様なイベントが満載です。私は四季の中で夏が一番好きです。皆さんにもぜひ一度体験してほしい季節です。秋。秋は日本の四季の中でも特に風情豊かな季節です。9月から11月までが秋です。日本各地で木々の葉が色づき、紅葉が見頃を迎えます。紅葉を見に行くことが人気で、京都や日光など紅葉の名所には多くの観光客が訪れます。真っ赤な楓や黄金色に輝くイチョウの葉は自社の景観と合わさって幻想的な風景を作り出します。秋の夜には月見を楽しむ風習もあります。中秋の名月と呼ばれる、特に美しい満月の夜には、すすきを飾り、団子を備えて月を楽しみます。日本人にとって、月の光を眺めながら、静かに過ごす時間は、心を落ち着かせるひとときです。また、食欲の秋、スポーツの秋、読書の秋と言われることもあります。まず食欲の秋です。涼しくなり、夏の暑さで落ちていた食欲が戻り、豊富な秋の食材が楽しめるようになります。特に、松茸などのキノコ類は、秋の味覚の食材です。松茸ご飯やどりん蒸し、椎茸の天ぷらなど、香り豊かなキノコ料理は日本の秋を感じさせます。サンマもこの時期に旬を迎え、塩焼きにして大根おろしと醤油で食べます。脂が乗っていて、口に入れた瞬間、思わず笑顔になります。また、栗ご飯や栗のスイーツも人気で、甘い栗の風味が食欲をそそります。果物も、リンゴや柿、梨、ぶどう、みかんなど、種類豊富です。ぶどう狩りやみかん狩りは、家族で楽しめる、秋のイベントとして人気があります。秋の味覚は、他にもまだまだあります。どれも美味しくて、たくさん食べたくなりますね。でも、体重が増えてしまう人も多いのではないかと、ちょっと心配です。次にスポーツの秋です。1964年に開催された東京オリンピックの影響で、スポーツへの関心が高まったことが始まりと言われています。多くの人が体を動かすことに積極的で、スポーツイベントへの参加や観戦を楽しみます。涼しい気温の中で仲間と体を動かすことで新たな交流も生まれます。
秋の味覚を食べ過ぎた人は、運動してバランスをとるのも良いですね。さらに、読書の秋とも言われます。図書館や書店はイベントやキャンペーンを行います。普段、読書をしていない人でも、この機会に読む人は多いです。秋は、スポーツや読書、紅葉、収穫の喜びなど、心豊かに過ごせる季節です。私はやっぱり食欲の秋に惹かれます。美味しい食べ物は最高です。冬。冬は、日本の四季の中でも、特に幻想的な季節です。12月から2月までが冬です。日本では温泉や鍋料理、イルミネーション、雪祭りなど、冬ならではの楽しさが満載です。まず、温泉は冬の風物詩の一つです。雪景色を眺めながら入る露天風呂は特別です。温泉の暖かさに包まれると、体の疲れがほぐれていきます。温泉の良さを知ったら、間違いなくまた行きたくなりますよ。冬の料理といえば、鍋料理です。しゃぶしゃぶやすき焼き、おでん、寄せ鍋など、様々な種類の鍋料理があります。これらは体を温めるだけでなく、家族や友人と囲むことで心もほっこりします。食材の美味しさがぎゅっと詰まった鍋料理は、冬の寒さを忘れさせてくれます。12月には、各地でイルミネーションのイベントが開催され、街が華やかになります。キラキラ輝くライトが街全体を包み、まるで夢の世界に入り込んだかのような感覚になります。また、札幌雪まつりは有名です。巨大な雪像や氷像が大通公園に並び、幻想的な雰囲気が広がります。他にも各地で雪を生かしたイベントが開催されます。冬の最大のイベントである年越しとお正月も見逃せません。大晦日の夜には、除夜の鐘が108回鳴らされます。家族で1年間を振り返りながら、今年も1年お疲れ様でした、と言葉を交わします。年越しそばを食べて、1年を締めくくる人もいます。元旦には、明けましておめでとうございますの挨拶から始まります。初詣で神社や寺院を訪れ、新年の幸福を祈ります。おみくじを引いて、今年の運勢を占うこともできます。家族や友人同士で結果を見せ合うと盛り上がりますね。お正月料理のおせち料理や、家族や親戚に渡すお年玉、新年の挨拶を込めた年賀状など、日本のお正月は伝統的な行事が盛りだくさんです。日本の冬は寒さの中に暖かさと華やかさが共存する特別な季節です。日本人は四季を通して自然を大切にし、自然と共に生活してきました。季節ごとの様々な行事は、私たちの生活に楽しさや心の豊かさをもたらしてくれています。日本の四季は、私たちの生活に深く根付いており、
日本文化の基盤とも言える存在です。ぜひあなたも、日本の四季の素晴らしさを味わってみてください。どんな感想を持たれたか、よかったらコメント欄で教えてくださいね。日本の文化をもっと知りたい方は、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。